どうも MDS です。ツイアップでから1週間ほど経ったけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は相変わらず放置してるんだけど、この1週間放置して見つけたおすすめの放置と放置で便利そうな小ネタを今日は紹介したいと思います。まずはこれかな。プランターはツイアップで追加されたんだけど、ハーブとか胡椒とかヘルペッパーが栽培できるのね。それぞれ手摘みしたり茂み殴ったりすると種が回収できるんだけど、プランターは一度種をまいたらプランターを回収するまでずっと栽培し続けられるんだよね。畑と似たような感じかな。僕なんかは特にスタミナポーションがないと生きていけない体だから、放置するマップにコンテナ置いて刈り取り機入れてアブソーバーつけて、プランター3から4個ぐらいここに置いて、種まいて床抜いてスプリンクラー横に置いといてポンでお手軽ハーブ収穫してます。3つがいいかな。サクッと作れるのがいいよね。普段の放置に一手間加えてより美味しくできるのでおすすめです。次にジャックランタン放置。ジャックランタンはドロップが3つあって、放置やってると要求量が多い木炭、春に追加されたばかりのエレメンタルダスト、ツイアップで追加された家具とかに使えるかぼちゃくずなんだけど、優秀だよね。新しめの素材と使用頻度の高い素材のみなので、今のところ放置し得なんじゃないかなと思います。ただ1個問題があって、近くにいないと生まれたかぼちゃが焼けないので気をつけてください。この子を空飛ぶから放置するのちょっと難しいんだけど、こんな感じで斜め床の上に乗せる沈没式交配なら問題なく即死するんでね、やってみてください。ちなみに同じ放置の仕方はこの間あげた経験値放置とかひよこ放置の動画でもやってるんでね、参考にしてみてください。リンクは右上のこの辺クリックしたらあると思います。さて、このかぼちゃ、野生のかぼちゃは最初かぼちゃに擬態してると思うんだけど、なんとリログするとかぼちゃに擬態してしまいます。交配所止まるんだよね。で、近づくと動き出すんだけど、この仕様を使えるんじゃないかと思って、何かっていうとボス放置ね。これもよく動画に出してて右上にリンク出るやつなんだけど、ボス放置、赤物を燃やして処理してるから、燃やす部分が機能してないと無限に溜まっていっちゃうんだよね。で、そのままほったらかしてると上限引っかかって緑物ヒールができなくなって、親の赤物が死んでドカーンで施設崩壊ってな感じで、絶望だよね。そんな絶望を止めるのに使えるんじゃないかなと思います。毎回起動するときに近づかないといけないんだけど、ボス放置はどのみち近くにいないといけないんでね、割といいんじゃないかなと思ってます。次、今の説明でも使ってた撮影ドローン。これめっちゃ便利だよね。ドアップで顔撮れたり、動物に気づかれずに撮影できたりする優れものなんだけど、今説明したボス放置を自由に監視できるんだよね。これが強い。ちゃんと放置施設が機能してるかチェックすることができるし、異常が発生したらすぐわかるってのがいいね。それ以外にも坂道沿わせると水とか溶岩の下に潜って撮影できるから、ダンジョン放置施設の建築の確認とかで重宝してます。そして最後にテレポーション。これはね、放置後かな。ダンジョン放置でアイテムたくさん溜まるんだけど、ついついほったらかしちゃうのよね。でもアップデートのタイミングでたまにダンジョンリセットされちゃって、せっかく貯めたアイテムが消し飛ぶことがあるんだよね。だからアップデ前にアイテムを外に運び出すんだけど、テレポーションがあればアイテム運搬にかかる時間を片道分減らせます。ダンジョン前に始まりの踏み石を置いて起動して、ダンジョン入ってアイテムインベントリーに詰めて、テレポーション使ってダンジョン外に収納。はい、便利。正直テレポーションは実装時に思ってたより数倍使って助かってるんでね、量産しときましょう。素材は大地物放置で集まる琥珀、鉱石放置で集まる水晶、そしてさっき紹介したジャックランタン放置で集まるエレメンタルダストとなっています。スミスからも買えます。ぜひ使ってみてください。1個忘れてた。ペットのキリン。キリンは糞を20倍出すっていう特性があります。
糞は現状集めづらいアイテムなので、放置するときはキリン出し毒です。忘れずに出しておくようにしましょう。ということで、追アップデで追加された放置の便利ポイント紹介でした。こんな感じで便利な施設を研究したり、普通に遊んだり、別ゲーしたりする配信を普段毎日22時過ぎからやっているので、よかったら配信の方も見に来てください。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価の方もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。